はい、こちらはクリスティアーナです。例年我が家では数輪ずつ花開いていくクリスティアーナですが、今年は割と一気に開花が進んだようです。全体像としてはこんな感じです。10号鉢です。お花を近づけますと、とってもいい香りがしてます。少しパウダリーな感じです。お花はあまり長持ちしませんが、小さい鉢でも十分雰囲気が堪能できるバラですね。はい、こちらはハイリークルムローズです。久しぶりにご紹介するバラなのですが、2020年の私のバラの後輩でかなり活躍してくれた子です。コロンとしていてカメオのように整ったお花形が魅力だと思います。で、咲き進んでいくとこのように形はそのままにお色が褪せていくような感じです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけましても香りはわからない子です。はい、こちらは2018年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがミニチュアローズのみやびちゃんで、お父さんがエンチャンテッドイブニングです。全体像としてはこんな感じです。この子にもすごく和風テイストを感じます。おじいさんのさつき盆栽とか、あとアジサイとか、なんとなくそんな日本の花を思い出します。このバラはゆかりと名付けました。このバラの母樹をくれたおばは、私の子守りをしてくれた第二の母のような存在で、いつも私たちのお花好きは、さつき盆栽好きだった祖父の血を受け継いでいるからという話になります。何事もご縁あっての物種れからの名付けです。お花を近づけましても、この子は香りはよくわかりません。でもとってもお花持ちする子で、満開になって3日目の姿です。で、この後例年でしたらお花の色がこの花枝ごとに咲いた順番にお花の色のグラデーションができていくのですが、今年は割と一気に開花してしまったので、どうなるでしょう。でも楽しみに待ちたいと思います。はい、バラ畑のツルアイスバーグも満開です。お花の自重で枝がしだれて、お花が地面についてしまっています。ツルアイスバーグの奥の方にはポールズヒマラヤンムスクです。ここはもともとミョウガ畑だったので、ミョウガがたくさん生えてきてしまっていますね。これがミョウガです。ポールズヒマラヤンムスク、今年生えてきたシートでお花が隠れてしまっています。藪の中ですが、ポールズヒマラヤンムスクです。
手前がツルアイスバーグで、奥がポールズヒマラヤンムスクです。やぶになってしまってよくわかりませんね。すいません。ブルーフォーユーとサハラ98の共演もなんとか叶いました。サハラ98は7分咲きぐらいかと思います。はい、こちらはギーサボアです。美しいお花で見とれてしまいます。お花を近づけましても香りはよくわかりません。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。はい、こちらはオールドローズのインディゴです。お花色のグラデーションがとっても美しいですね。全体像としてはこんな感じです。6号鉢です。この子は春の芽吹きが本当に遅くて、一時は枯れてしまったんじゃないかと心配してました。芽吹いてからはあっという間でした。お花を近づけましても今ちょっと香りがわかりません。強行のバラの中にいるからかもしれません。本当に美しいのですが、この子はうちで一番お花持ちしないバラかもしれません。咲いて1日経つとこのような感じになってすぐに散ってしまいます。こちらが今朝咲いたお花で、こちらが昨日咲いたお花です。はい、こちらはローズシナクティフエモーションブルーです。全体像としてはこんな感じです。10号鉢です。今咲いている1番花はお花数は少ないのですが、もうすでに2番花の花枝がすごいことになってますね。お花を近づけますと優しい香りがするようです。この花枝2番花がとっても楽しみですね。はい、こちらはローズポンパドールです。我が家は春なかなか気温が上がらないので、お花がいっぺんに開かずに、この子は今年はほとんど灰色カビ病で一番花つぼみをなくしてしまいました。でも今咲いている花はとっても綺麗ですね。お花も全く傷んでないようです。で、お花を近づけますと、この子特有の甘酸っぱいとってもいい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。はい、こちらは香り飾りです。今年はフルーツの香りが際立っているように感じます。お色もとっても渋くて素敵ですね。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花のステムがとても長いので、バラの家で売っている小枝支えを使って支柱に花枝を留めています。
はい、こちらはアイオープナーです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけましても香りがわからないバラです。去年までだいぶ弱ってきていたのですが、少し元気になってきたような気がします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。